この話は実在の人物を元にしていますが、一部に解釈や表現を含みます。津田梅子は日本初の女子留学生の一人です。だが帰国後、日本語を失っていた少女でした。居場所のない状態から教育を作り上げた人物です。理解されない中で進み続けた静かな執念の話です。それでは聞いていきましょう。この少女は自分の国の言葉を話せなかった。帰ってきたはずだった。だが戻れなかった。ここにズレがある。津田梅子という名前。後に教育を変える人物になる。だが始まりは孤独だった。6歳で海を渡る。理由は自分ではない。国の決定だった。岩倉使節団。その一員として送られる。幼すぎる年齢。意味もわからない。ただ環境が変わる。言葉が変わる。生活が変わる。周囲のすべてが変わる。ここで適応が始まる。聞く。話す。覚える。気づけば英語になる。日本語は使わない。少しずつ消えていく。記憶は残る。だが言葉は残らない。ここに違和感が生まれる。日本人だが日本語がない。少女はアメリカで育つ。学校へ通う。周囲と同じように過ごす。だが完全に同じではない。自分はどこに属するのか。その感覚が曖昧になる。日本人だが日本を知らない。アメリカにいるがアメリカ人ではない。このズレが残る。そして帰国する。日本へ戻る。だがそこは知らない場所だった。言葉がわからない。会話が成立しない。周囲が何を言っているのかわからない。自分の国なのに外にいる。ここで孤独が形になる。話しかけられる。だが答えられない。笑われる。距離ができる。居場所がない。ここで終わることもできた。合わせることもできた。無理に戻ることもできた。だが彼女は違う。無理に合わせない。自分を削らない。ここで選ぶ。再び外へ出る。アメリカへ戻る。今度は自分の意志に近い。学ぶために戻る。女性が学ぶ環境。日本にはほとんどない。ここに差がある。なぜ違うのか。何が足りないのか。この問いが残る。学び続ける。知識を増やす。だがそれだけでは足りない。どう使うか。ここが重要になる。再び帰国する。日本へ戻る。だが状況は変わらない。女性の教育は限られている。学ぶ場所がない。社会も理解しない。ここで止まる人は多い。実際に進む理由がない。だが彼女は止まらない。知ってしまったからだ。外の世界を知った。戻れない。知らなかった頃には戻れない。ここが分かれ目になる。教育を作る。だが何もない。支援がない。理解もない。資金も足りない。それでも進む。なぜか。必要だと感じているから。理由はそれだけ。だがそれが強い。周囲は疑問を持つ。なぜそこまでやるのか。意味があるのか。理解されない。だが気にしない。自分の中で決まっている。女性が学ぶ場所を作る。その一点。小さく始める。だが続ける。環境は厳しい。思うように進まない。生徒も集まらない。信頼もない。ここで終わったと思った。だが終わっていなかった。続ける。改善する。少しずつ広げる。この繰り返し。派手な成功はない。だが確実に積み上がる。時間がかかる。だが止まらない。やがて形になる。学ぶ場ができる。津田塾の前身。ここで流れが変わる。女性が学べる。自分の意思で進める。小さな変化。だが意味は大きい。社会はすぐには変わらない。批判も残る。理解も広がらない。それでも続ける。ここに静かな強さがある。声を上げない。だが止まらない。押し付けない。だが引かない。この姿勢が続く。ここで見えてくる。派手ではない。だが確かに変えている。少しずつ広がる。
教育の形が変わる。機会が増える。ここで初めて意味が出る。作るだけではない。続けることで価値になる。津田梅子は続けた。条件が揃っていなくても、理解がなくても、それでも止まらない。ここに核がある。孤独だった。だが止まらなかった。ずれていた。だが曲げなかった。その連続、特別な一瞬ではない。積み重ねの時間、それが形になる。ここで振り返る。6歳で外へ。言葉を失う。帰国して居場所がない。それでも進む。教育を作る。この流れ、すべてがつながる。知ったこと、戻れないこと。だから進むしかない。ここに理由がある。津田梅子は選び続けた。戻らない選択、止まらない選択。それだけだった。だがそれが全てだった。ここからさらに深くなる。成功では終わらない。続けることの意味が見えてくる。表には出ない時間がある。そこに本質がある。ここまでで見えるのは戻れない孤独です。理解されないまま進み続けた点が特徴ですね。ズレを修正せず、そのまま使った人生ですが、この先でそのズレがさらに意味を持ち始めます。ここから先は、さらに静かで長い時間になる。成功の話では終わらない。むしろ、続けることそのものの話になる。津田梅子は止まらなかった。だが声を上げることもなかった。静かに続ける。それだけだった。ここに特徴がある。目立たない。だが消えない。この形で進み続ける。学校は形になり始める。だが安定しない。資金は足りない。支援も少ない。常に不安定だった。ここで終わる可能性は何度もあった。だが終わらない。続ける。それだけを選ぶ。生徒は少しずつ増える。だが急には増えない。社会は変わらない。女性が学ぶ意味、それ自体が問われる。必要なのかと疑われる。ここで揺らぐこともできた。だが揺らがない。見てきたからだ。外の世界を、学ぶ環境を、その差を知ってしまった。だから戻れない。この構造は変わらない。戻れないまま進む。この流れが続く。教育の形も変わる。知識だけではない。考えさせる。選ばせる。自分で決める。その姿勢を育てる。ここに違いがある。与える教育ではない。引き出す教育。だが理解されにくい。形が見えないからだ。成果が遅い。だから評価されない。それでも続ける。ここでも同じ選択。評価より必要。その軸が動かない。ここで一度深く落ちる。誰にも理解されない時間。生徒は来ない。資金もない。手応えもない。続ける理由が見えなくなる。ここで終わったと思った。だが終わっていなかった。続ける。理由は変わらない。必要だと知っているから。この一点が残る。だから動く。だから止まらない。時間が経つ。少しずつ変わる。卒業生が出る。外へ出る。それぞれの場所で動く。ここで広がる。見えない変化。だが確実に残る。派手ではない。だが消えない。ここに教育の本質がある。すぐには聞かない。だが後に聞く。津田梅子はそれを選んだ。目の前ではなく、先を変える。この時間の使い方。ここに意味がある。だが現実は厳しい。経営は苦しい。常に不安がある。続けるだけでも難しい。それでも止めない。また同じ選択をする。必要だから続ける。この単純さが強い。また彼女は変わらない。自分を大きく見せない。声を強くしない。だが方向は変えない。ここに一貫性がある。周囲は変わる。時代も動く。だが基準は変わらない。ここが核だった。やがて評価が追いつく。少しずつ認められる。だが急ではない。長い時間がかかる。ここにも特徴がある。
遅い変化だが確実な変化。学校は残る。形として残る。だが本質はそこではない。続けたこと、そこに意味がある。ここで振り返る。少女は言葉を失った。居場所もなかった。それでも進んだ。理由は大きくない。ただ必要だった。だがそれが全てだった。また彼女は選び続けた。戻るか、進むか、合わせるか。その中で戻らない。ここが分かれ目だった。条件ではない。内側の選択。それが道を作る。津田梅子はそれを示した。また彼女の言葉。女性の教育は国の力になる。その考え、理想ではない。実体験から出ている。学べる環境を知る。学べない現実を知る。その差を埋めるための言葉。だから重い。ここに説得力がある。時間は流れる。年齢を重ねる。だが止まらない。最後まで続ける。ここに一貫性がある。大きくは変わらない。だが深くなる。静かに積み上がる。ここで見えてくる。派手な成功ではない。だが消えない影響。それが残る。また彼女の人生は一瞬ではない。奇跡ではない。連続だった。積み重ねだった。それが特徴だった。だから静かに刺さる。強すぎない。だが確かに残る。晩年の姿。変わらない。続ける。教育を続ける。その姿勢が残る。ここで全体がつながる。ずれていた。孤独だった。だが進み続けた。その連続。特別ではない。だが強い。この人生は静かに残る。夜に聞くにはちょうどいい。明るすぎない。暗すぎない。ただゆっくり残る。言葉が消えても行動は残る。その形が教育になる。ここに意味がある。津田梅子の人生は目立たない。だが確実に広がる。その広がりは今も続く。小さな選択の連続。それが流れになる。ここで終わらない。まだ続いている。彼女が残した形の中で誰かが学ぶ。誰かが選ぶ。その繰り返し。それが未来になる。ここで静かに閉める。大きな音はない。だが消えない。余韻だけが残る。それがこの物語だった。そして今も続いている。見えにくい形で静かに広がりながら、ここで再び思い出す。言葉を失った少女。居場所を失った少女。それでも進んだ。ここから全てが始まった。戻れないまま進む。その選択が残る。変えようとしたのではない。必要だから続けた。その結果が残る。ここに流れがある。無理に広げない。だが止めない。それが広がる理由だった。ここで終わりに近づく。だが完全には終わらない。続く形が残る。それが教育だった。そして人生だった。戻れないまま進み続けた人生でした。理解されなくても止まらなかった点。ズレを消さずに使い続けたことが特徴です。派手ではないが確実に社会を変えた流れです。それではまた次回の主役で。